おはようございます。たかしです。本日は7月6日水曜日、ただいま7時48分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足はかなり強めの陰線で下げてきました。現在はここ、三角持ち合いの下限ぐらいまで下がってきたところですね。このポイントっていうのは、この安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2%、このオレンジのラインなんですが、ちょうどその付近に接触してきています。このラインっていうのは過去にもこことか、この辺とか意識されているのがわかりますか？なんとなくこの辺全体的に意識されているんですが、その辺ぐらいまで下がってきましたので、その項がサポートに変わるかどうかですね。ただここで一度下抜けてますし、この感じですともう一度下抜けそうな雰囲気ではあるんですが、今インジケーター、ストキャスティクス、マクディともにかなり弱い状態。ストキャスティクスは一旦ゴールデンクロス仕掛けました。昨日の動画でお話ししてましたかね。ただそこからもう一度下げてきてますので、一旦は安値を目指すと考えられます。ですのでこの辺ですね、ここでの上昇とかこの辺での上昇、この辺ぐらいまでは下げてくるんじゃないかなと見てますので、もう少し下げる余地がある。そしてマクディに関してはかなり弱いですので、今日もしかしたら一旦反発するかもしれませんが、上げ渋るだろうなと。もしくはもう一度反発してからの再下落で、この160円ぐらいまで下げてくる可能性があるとは考えます。今は三角持ち合い加減ですので、ここから再度反発して上昇していくっていうことも考えられますが、インジケーターがちょっと弱いですので、ここからすぐ反発というよりも、数日間値固めをしてからの反発、もしくはもう一段下落してからの反発、そんなイメージです。では4時間足です。先ほどのフィボナッチリトレースメントの 38.2%、ここですね、162円ぐらいなんですが、ここ一度下抜けてますが、一旦ここで意識されているのがわかりますよね。この辺とか、あとこの辺とか、この辺とか意識されているのがわかります。なので今回もここでサポートされるのか、それともここからもう一段下落するのかというところですね。160円のラインはここの白のこのラインですね。ここまでもう一度下落しそうな雰囲気ではありますが、今ここでダブルボトムからの上昇になっていくのか。ストキャスティクスは今安値圏からゴールデンクロス仕掛けてます。マクディは今下向いてますが、あまり方向感がない感じに見えます。なので、ここダブルボトムの形成なんですけれども、今安値を切り上げておりますが、強く上昇するには一旦下抜けてから上昇してほしいところですね。このヒゲ先を、一旦下に抜けて、そこからの反発。下髭陽線みたいな形でロウソク足が出来上がって、そこからの反発なら強く反発していくでしょうけど、今のところこの昨日の大きな陰線をカバーできない陽線になってますので、やはり上昇の力が弱いなという感じなので、もし上昇してきても上値が重くもう一度下落ということが考えられますので、本日は基本的には戻り売り。ただ、値固めをするようですとそこからの押し目買いというところで、このダブルボトムからの上昇を狙っていきたいとは考えますが、やはりもう一段下まで下げる可能性もありますので、その辺は注意が必要です。では1時間足です。現在はこの昨日の高値から昨日の安値にフィボナッチリトレースメントを引いてます。だいたいこういった急激な下落の時は戻しが 23.6% やこの 38.2% のこの青いラインですね。この辺まで来ることが多いですので、今一旦 23.6% で反発して下落しそうになってますが、今ここ 23.6% は 162.459、38.2% が 162.998 です。この辺付近まで戻してきたところでは戻り売りが入りやすいと考えます。もし強くこのラインを抜けてくるようなことがあれば、そこから押し目買いで、このダブルボトムを意識されての上昇と考えますが、今 GMMA も下がってきてますので、おそらく163円ぐらいというのは上値が重くなってくると考えますので、この辺をめどに戻り売りを仕掛けていくのがいいんじゃないでしょうか。今は一旦ストキャスティクスが高値圏に向かっている途中です。今、下落しそうになってますけれども、ストキャスティクスがこの高値圏に来るまでは分かりにくい動きをする可能性がありますので、もう少し戻り売りは待ちたいところですね。ただ、ここから下落する場合もありますけれども、その場合は一旦様子見ていいのかなと。その時は次、この安値を抜けてからの戻り売り、もしくは先ほど言ってました160円付近での押し目買いみたいな、その辺で考えていけるといいのかなと思ってます。で、今ここ下抜けてきても、先ほど4時間足でご説明しましたように、下髭になって上昇するということも考えられますので、抜けたからといってすぐ飛び乗るのは危険です。現在は今、ストキャスティクスは高値圏を待ちたいところ、この過去の高値圏を見てますと、昨日の動画でもお話してましたが、こことかこことか、この少し下落してますねっていうお話をしてました。
そして昨日ここ、高値圏ちょっと分かりにくい動きをしてますが、ここで小さくダブルトップを作っての大きな下落になってますので、おそらく本日ストキャスティクス、もう一度ここまで上昇してきたところでは戻り売りが強く意識されると思いますので、その辺付近を狙っていけるといいのかなと思います。それがフィボナッチリトレースメントの 23.6% とか 38.2% 付近、もしくは GMMA と接触する付近で起こると、なお角度が高いエントリーポイントになるのかなと思っておりますので、現在はストキャスティクスが高値圏に来るのを待ちたいところですね。本日は基本的には戻り売りでいいと思いますが、反発ポイントにも来ておりますので、この辺で値固めするようですと、そこからの押し目買いというちょっと分かりにくいところになってくるかもしれません。もう一段深く下落して160円付近を目指す可能性もありますが、今は一旦この辺での反発を見ておきたいところですので、その辺に注意してトレードしていければと見ております。ただ昨日だいぶ下落してきてますので、今日はもしかしたらあまり分かりにくい動き、反発の上昇になるのか、この辺での小さな値動きになる可能性もありますので、その辺も考慮した方がいいかもしれません。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。